氷河期世代よ。片時も復讐を忘れるな。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいぷよっとしたチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、本当にね、人生嫌になりますね。終わりにしたい。そう。私は生きるのをやめたいんです。ということでね、今日は憎しみと悲しみというね、憎しみと悲しみにはどんなプラスの効果があるのか、効用があるのかということについてね、語っていきたいと思います。とても短い動画になると思いますんでね、よろしくどうぞっていうことで、悲しみ、憎しみね、日々ね、労働をやりながら、いや、労働だけじゃないですね。休みの日も、それ以外のね、労働が終わった時間もすべてね、常にこう、イライラして、常にね、誰か彼かを憎しみ、この日本を憎しみ、世界を憎しんで生きています。そしてそれと交錯するようにね、交錯するようにね、何とも言えない悲しみが襲ってきますね。そう、私ネガティブマンの血と肉はね、憎しみと悲しみでできています。そう、憎しみはすごくね、やっぱりね、元気が出るんですよね。非常にこう内から湧いてくるね、エネルギーを感じますね。そう、まあ月曜日だとか、まあ月曜に限らずね、労働に行きたくないなっていう人類の気持ちをね、エネルギー転換すればね、あんなクソみたいな太陽光パネルなんて必要ないぐらいなね、クリーンなエネルギーがね、もう永久にね、こうエネルギー問題が解決するようにですね、この憎しみというのもね、もしエネルギー転換できればね、そう、憎しみと悲しみっていう感情、気持ち、パワーがね、もうそれぐらいもうエネルギー問題が解決するぐらいのね、やっぱエネルギーを得られますよね。だって私たちのね、これをご覧の皆様はどうかわかりませんけど、少なくとも私ネガティブマンの人生においてね、もはやすでに喜びも楽しみもないわけですから、憎しみしかね、こうエネルギーを得る手段がないんですよ。ね、いつもね、頭にきてこう怒りと憎しみでようやく目を覚まし、ようやくなんて言うんでしょうね、労働場に向かう体力というかね、気力というかね、そうで労働してる時はね、そう当然このね、憎しみというエネルギー、怒りというエネルギーがね、そう憎しみはとにかくエネルギーを与えてくれますね。そうムカつくからあーって言いながらね、嫌な労働をしたりね、こう嫌な、そう僕はお風呂に入るのはあんまり好きじゃないんですけど、ね、シャワーを浴びたりね、こうね、そうって言いながらね、そう全てそうですね。嫌な選択をしてみたりね、そう選択ね、めんどくさい、もう全てのめんどくさいことはもう大体そう憎しみが助けてくれますね。皆様どうでしょうね。そうなんですよ。これをね、そうポジティブ連中はね、そうなんかくだらない理由をつけたりとかね、ルーティーンに組み込んだりとかね、なんかそういうなんか成功哲学とかこう自己啓発みたいなね動画が
YouTube 内に溢れていますけど、あんなの全部嘘ですからね。あんなことやってたらエネルギーがいくらあっても足りませんよ。疲れますからね。彼らの言ってることは全部嘘で疲れますから、もう疲れるっていうこと自体がもう嘘である証拠ですよね。証明ですよね。憎しみはもう湧き上がる、もうね、殺したい人間のね、またはこう恵まれなかった人生の不遇さっていうものだったりとかね、全く努力の結果が出なかったとかね、こうさまざまなこうアクシデントに巻き込まれたとか、そういうこういろいろな思い出だったり現状の不満であったりね、そういう憎しみですから、もういくらでも湧いてきますからね。無限の悲しきマグマとでも言いましょうかね。そのマグマのように湧いてきますから、もう余裕ですよね。エネルギーを取り出す。私は本当にやる気のないね、人間なんですけれども、そうなんですね。なんとか憎しみを自分自身で焚きつけてね、無理やり生きてますね。そして悲しみというのはね、これは非常にいいんですよ。悲しいとこう謙虚になれるんですね。自分っていうのはろくでもないなとね。大宇宙の中のね、地玉と書いて地球と読むね、ろくでもないこの丸いね、でっかい玉の中に住むもっとちっちゃい自分っていうものをね、ちょっと再認識してね、そういうアリンコよりも小さい自分なのにこうね、生きていく中で様々にいじめられてね、様々に虐げられて、様々な差別を受けながらね、しくしくと悲しみにね、先日もね言いました通り、こうね、労働中に翼をくださいを大声で熱唱してね、大声で熱唱して気持ちよくなったところで、ものすごい悲しみがこう湧き上がってきて、うわーんってね、漫画のようにわーんって言いながら泣くわけですよね。悲しみっていうのはこう自分を謙虚にしてくれるんですね。大したことのない自分ね、ちっぽけでこうね、非常に矮小化された恐ろしく悲しい自分というものに涙するとき、こう謙虚さっていうものが出てくるわけですよね。謙虚っていうことはいいことですよ。非常にこうなんていうんですね、自分を勘違いしない、なんていうんでしょうね、傲慢にならないね。非常にいいものです。謙虚になれます。謙虚になれますよ。謙虚になるっていうことは逆に言えば冷静になるってことでもあるわけですよね。冷静になれるんですね。悲しみっていうのは冷静になれるんですよ。心の涙がね、心を凍らせてくれてね、非常に絶対0度の冷たさを与えてくれるわけですね。そうすると謙虚になって冷静になれるんですね。これを無視するポジティブシンキングの連中がね、いろんな問題を起こすんですよ、ね。ネガティブな人は問題を起こしませんよ。なぜなら悲しみに明け暮れて冷静だからですよ。そういうことなんですね。あとね、やっぱり先ほど申したように憎しみもまた冷静にしてくれるんですよ。怒りっていうのはこうリアルな現状を直視することですからね。リアルな現状を直視してこう憎しみが湧いてくるわけですからね。何もお花畑のようにね、なんて言うんでしょうね。空からね、自分の好きなね、なんていうんですか、異性が降ってくるとかね、そういうラピュタみたいなね、そんな妄想じゃないわけですよ、頭の中がね。非常に敵対する敵に対していかに攻撃を復讐をするべきかみたいなことを冷静にこう怒りの中で考えるわけですから、
非常にこうクールになれるわけですよね。そういうそう本当の怒りだったり本当の憎しみってあれですよね。こうなんていうんでしょう、前後が分からなくなるほどの怒りっていうのはまだ甘いんですよ。本当の憎しみや怒りっていうのはこういう静かに冷静にマグマのようにふつふつと湧くわけですから、意外とね、そう復讐とかいろいろ考えてるとやっぱり冷静になりますよね。そうあれじゃダメだな、これじゃダメだなっていうね、こう戦略戦術をやっぱり考えるわけですから、ものすごいね、頭がフル回転でこう冷静さを取り戻せますから、皆さんやってみてください、本当にね。そこをね、なんか努力すればとか性善説を信じて人を信じてみるとか、なんかね、そういうねポジティブシンキングがもうね人の足を救うわけですね。さっと救うわけですよ。そうですから、結論から言ってしまえば、やっぱり憎しみっていうのはエネルギーを与えてくれるしね、悲しみも憎しみもどちらもね、自分の頭を非常に冷酷なまでに冷静にさせてくれる妙薬じゃないのかな。そう寝ぼけた頭をねシャキッとさせてくれますからね。そうね、シャブとかね、なんかあらゆる薬物よりよっぽど頭を覚醒させてくれますよ。だってこう外敵だったりこうなんて言うんでしょうね、こう復讐を企てるとかね、こうなんだろう、悲しみに暮れてなんて言うんでしょうね、謙虚で冷静な気持ちっていうのが一番ね大切ですから。そういやねと思うんですよ。だから高揚ですよね。憎しみと悲しみの高揚はそう非常にねポジティブシンキングよりもはるかにね、そう人生の役に立ってくれると思います。そうこのね憎しみ、怒りとか悲しみをなくせみたいなこのね自己啓発的なねポジティブシンキングがこの YouTube だけじゃなくこうリアルの世界においてもねはびこっていますけどね。その最たるものが私が常に滅ぼすべきだと言っているような宗教とかね死んだら報われるみたいなね、そう修行をしているとかね、こんなクソゲーが修行なわけがないんですから。もうクソゲーはクソゲーでしかないね。そうなんて言うんでしょうね、その上も下もないですよね。そうクソゲーはクソゲーでしかないんですから、もっとね冷静にならないといけません。そうということでね、そうだから捨てたもんじゃないよと、ね、生類じゃないや、喜怒哀楽があるっていうのはこれ人間に必要だからあるんでしょ。そうなんですよね。こう三大欲みたいなね、眠るのも必要だし食欲も必要だし性欲も必要だっていうのは、これは与えられたことに何か意味があるっていうか、こう生存のために必要だから与えられてるわけですよ、ね。喜怒哀楽もそうですよ、ね。怒ること悲しむことっていうのはもう何かものすごい重要なファクター、なんて言うんでしょう、重要な要素なんですよ。これを最小限にしようみたいな流れね、これはもう嘘っぱちだと私思いますね。何か大体ね、偉人や聖人のエピソードを聞いてると、あいつら結構怒ってますよ。結構落ち込んだり悲しんだりしてますよ。ね。私もね人生の成功を夢見てそういうのを読み漁った青春時代が少しありましたけれどもね、結構皆さん怒ってますよ。聖人と言われる人でもね、偉人と呼ばれる人でもね怒るしね、
結構なんて言うんだろうな、子供じみたようなね悲しみを持ってたりしましたよ。私ネガティブマン調べではね。だからそういうことなんですよ。ね。そう。我々ね、人生に失敗した者たちはね、喜びも楽しみもないんですからね。怒りと悲しみを活用するべきなんです。ね、そこに力を見出すべきなんですよ。ね、決して無視してはいけないね、パワーだと思います。そうですからね、世界を滅ぼすにはもちろん憎しみが必要ですからね。やっぱりこう私もね、常々ついつい忘れてね、こう人と話してる時とかついついね、怒りと悲しみを忘れてしまったりとか、なんて言うんでしょうね。そうこうろくでもない趣味に浸っていたりね、メジャーリーグの試合を見てたりとかするとついつい忘れてしまいね。あとなんて言うんでしょう、いやらしい動画とかを見てるとついついね忘れてしまったりこうねしがちですけれどもね。そういうこう 3S スクリーン、セックス、スポーツに騙されないね。やっぱりしっかりと自分っていうものをね持つためにもね、悲しみと憎しみを忘れないで皆さんにいただきたいな。そうむしろね積極的に活用していただきたいなと思います。少なくともね、そう寝ぼけた頭がシャキッとしますよ。やっぱりね、そうなんて言うんでしょうね。そうね、悲しむっていうことはやっぱりこうちゃんと現実っていうものに引き戻されるわけですからね。そうなんて言うんでしょうね。冷静になるってことすごく必要ですよね。ふわふわとしたねポジティブシンキングでいるからいろんな事故ねインシデントが起きてしまいがちですよね。そう公事魔王子と言うじゃないですかね。いいことがあった時にこそね悪いことが起きるね。公事魔王子ですからね。その逆もまたしかりマジ公王子ね。悪いことだらけな時にこそいいことが起きるみたいなね。人生はねあざなえる縄のごとしですよ、ね。というねまとまりのない話がありましたが、とにかくね、うんちみたいな感情にも非常にね使えるエネルギーだったり効用があるね。というつまらない話をしてみました。いけませんね。一刻も早くねこの国をこの世界をこの地球をね、地玉と書いて地球というね、このろくでもないね、なんて言うんでしょうね、海ばっかりのね塩辛い青い星をね一日も早く滅ぼすためにもね、自前で核兵器が欲しいです。ネガティブマンでした。